今の流行りですね。なんか穏やか。はい、完成です。もうこの時点ですでに美味しそうな。わあ。料理王国スーパージャパンをご覧の皆さん、こんにちは。今日はプロのシェフのテクニック満載のとんかつとカツサンドをご紹介いただきます。ゲストに日本橋たいめいけん3代目茂木シェフにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私料理家の藤原夏子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日は山形の。あ、美しいですね。今日はね、ヒレじゃなくてロースを今日はロース肉を使わせていただきます。今日油も乗って。乗ってますね。はい。ください。油も乗ってますよ。これ油とやっぱり赤身のツートーンがロースは美味しさそそりますよね。では早速切っていきたいと思います。大体ねご家庭ではね厚く切ってもね火が入りにくいですしね。ですから大体まあ1センチ 1.5 ミリぐらいですね。2センチ弱ぐらいを目安にですね。はい。ちょっとね包丁ねこれプロ用の包丁なんですけどね。はい。茂木シェフの包丁。もうオリジナル包丁なんでね。もう開店2021年4月25日。これが僕の愛用の包丁なんですけども、切っていきたいと思います。お願いします。まあ確かに塊で買ってくるととんかつにしたり、なんだろう薄切りにして生姜焼きにしたり、そうですね。アイデアでアレンジできるから便利ですよね。いや楽しみですね。すごく綺麗な豚です。スパッと切れますからね。切り応えがありますね。切り応えがありますけどね。はい。やっぱ筋がありますから。そうなんですよね。フライパンで食べると縮んじゃいますよね。そうするとやはりまあ調理器具の専門の方なんで、これ業務用のまあジャガードなんですけども、まあ大体これで15,000円でかっぱ橋で売っている筋切りでバンバンとこう。お店だとやはりこういったもので確実に筋を。ですけどもやはりお家だと。はい、コツをぜひ教えていただければと。プロなんでね、今日こういう包丁用意しましてですね、この辺のね筋がございますんでね、やはりこう筋をこう筋にこう結構細かくこう切っていくのが今の流行りですね。あ、そうなんですね。こうイメージだと結構もっと少なめに深く入れてるイメージだったんですけど、結構細かく入れるところがトン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 とこのぐらいの勢いでトントン切りが今流行ってる。今流行ってるんですよ。知ってます？でも私結構2、3センチぐらいに深く入れてます。今ね昔はねこうやって切っていったんですよ。はい、切ってました。はい。今の流行りはですね、いいですか？本当はカメラ目線で言っていいんですけどね、もうこれですから。お肉の質もやっぱり昔と比べて上質なものが出回るようになってきたっていうのも関係あるんですかね。そうなんです。筋切りはね、こういう筋切りしてる人が多いんですよね。そうなんですね。はい。もうこうカウンターがあって、お客様がいて、これは今見せる筋切りですね。見せる筋切りは結構新しいですよね。こういう見せる。お肉も柔らかくなりそうですね。まああとはもうちょっとこう。やっていただければね。赤身の部分もそうですね。叩くような感じで包丁を入れていってる感じで。あと裏側もこう。なるほど。こういう筋切りが今流行ってます。もうね油で揚げててもこう内側に縮んでいくんですよ。でこう置いておきますね。もうこちらもこう。結局これを使えばもう簡単にプロの味が引き出せますね。はい。確かにとんかつはやっぱ肉の処理、特に筋の処理は筋の処理が一番大事ですね。はい。してたのでありがとうございます。そしてですね、まあ本当にこの辺がね一番曲がるところなんですよ。この下のあたりが。もうこうポンポンって叩けば、はい。やっぱり下味ですね。塩コショウ。やっぱりこう塩。お塩
のまんべんなく振るってコツって何かあるんですか？やはりこれ下味なんでね、軽くね、もうで大体1センチ以上のお肉の場合は両面ですね、両面に塩コショウしてもらえれば。で、なるほど。はい、はい。で胡椒もブラックペッパーだとピリッとしちゃうんでホワイトペッパーですね。なるほど。結構何でもブラックペッパーを使える方って多いと思うんですけど、豚肉のそういった味にトーンを揃えてホワイトの方が、ホワイトペッパーの方がね香りがいいですね。なるほど。それだけでぐっと違いそうですね。違いますね。私もちょっとやってみます。両面をこう薄い生姜焼きを作る場合はもう軽く振っていただければいいんですけど、そしてこれで置いてきまして、今度はい。つけ玉、はい。パン粉をつけていきたいと思います。はい。普段は。はいパン粉とか家でつけます？パン粉はつけますね。自分で作ることはなくって、はい結構市販のものを買ってきたりしてます。冷凍のパン粉が生パン粉とかいろいろありますけど、結構ドライな方が好きですね。ドライが好き？はい。生パン粉はちょっと挑戦してみたいんですけど、はい選ぶコツとかおすすめの大きさってありますか？パン粉って追求すると素材によってコロッケにつけるパン粉の大きさとこう素材にエビフライとかこう素材に直接こうとんかつもそうですけどつける素材の大きさっていうのに食感が変わってくるんです。確かになんか最近なんか本当に大ぶりのコロッケは大ぶりのなんか生パン粉であっただろうみたいなものがよく見かけるようになってきて、意識してみると全然違いますね。ですから今回は、はい。普段はカニクリームコロッケとか、まあ洋食屋なんで、はい。コロッケ関係とかが多い時は細かいパン粉を使います。なるほど。やっぱりパン粉が硬いと中のクリームとちょっと合わない部分が、口の中に入った時のとろっとした感じ、はいやっぱ合わせてるんですね。まあ、もう定番のとんかつの場合は少し粗めのパン粉今回。確かにこれ拝見すると粗めでなんかこう結構こう細長いっていうか、はいパン粉を使ってます。はい。こってりした感じではなくて粗いのが結構細い感じで通ってる工場ですね。で今うちはですねこの卵の中にポイントとしてちょっと牛乳入れてます。わあ、これさらにポイントですね。ポイント牛乳入れてこれはちょっとクリーミーに。でご家庭だとまあ2枚作るとして、卵をもう2、3個使うともったいないじゃないですか。余ったりするんですそうね。ですから卵1個2個に対して牛乳を少しちょっと入れたりとか、そうするとちょっとクリーミーなちょっと優しいお味のとんかつができるんで、やっぱり今はもうやはり手でやるとまあこういう時代なんでこうなるほど。そういった先のそうとんがったもの当然竹串よりまあこれはまあ丈夫なんでね、こういうものが一つあればこう竹串よりこう硬いんでね、でもこういうはい結構厚みのあるお肉も刺さりやすい。刺さりやすいで丈夫ですからね。丈夫な方がまあ繰り返し使っていただけるので、でその技は便利ですね。そうですね。で小麦粉にこうつけました、そしたらもうここにつけます。こう牛乳これ手でやると結構手でやるとねもうまあ、指の3本ぐらいが本当にそうするとこうなんかもうプロの揚げてるそうするとはいイメージになりますね、そうするとこうオープンキッチンとかでこうと思います。それでこう優しく乗っけていただいて、あともう竹串取ってもらって、あとはもう手が綺麗なんでね、普通は片手でやればいいんです。手でやる場合は片手になっちゃいますけど、もうこれ両手でこう優しくこう包んでいただいて、まあこの時にまあ手がまあドライな状態なので、ドライな状態なのパン粉もこうふわふわかけやすいです。で少しこう奥歯
場所置く場所をね、こうちょっと少しこうパン粉をこう置いてもらうとまたくっつかなくなってくっついてしまうんでね。テクニックですね。でも優しくこうふんわりとこうもうこうつけていただいて、それでこうそしてこの上にこう乗せていただいて、で乾燥しないようにちょっとこの上にちょっとこうかぶせてバッあげて。トの上にもこの少しパン粉を敷いておくっていうのはすごく勉強になりました。結構バットにたまにくっついて持ってかれちゃう。持ってかれちゃいます。はい。揚げる時にちょっと濡れてたりとかね。時間が経つと割とこう剥がれたりして。で余分な水分出ちゃいますんでね。そうなんですよね。ここまで作業が終わればもうあとはもう油なんで油で揚げていくだけなんで、ここまで終わればもうあとはもう9割方終わったみたいなともんで、んかつのゴールが見えていく。はい、もうゴールが見えていくと思います。はい。じゃあこれで今度は油で揚げていきたいと思います。お願はいい。します。じゃあ早速はい揚げていきたいと思います。はい、お願いします。いつもあ、いつも揚げる温度は何度ですか？結構170とか180ぐらい、170ぐらいですね。 170で揚げるんですか？結構中火ぐらいですかね。中火ぐらい。どうでしょう、高いですよね。いや、それはちょっと秘密ですね。これから教えます。ここに網を引いてあります。網引いてます？あ、いや、うち網引いてなくって、はい普通のなんだろう、フライパンで今あ、フライパンで揚げてるんで。はいちょっと高さがあるフライパンで、あ、そうなんですか。でも焦げません？下の方のくっつきはすごい気になっていて、はい揚げ鍋専用の鍋には入れてないので、はい。やっぱり中に1枚今かませてる。かませます。やっぱり下側が焦げちゃうん網をで。今入れてるんですね。はで、油は何使ってます？普通にサラダオイルを使ってますね、うちだと。はい。で、洋食屋って何で揚げてると思います？まあなんでしょう、ラーラードですよね。ド。はい、イメージとしてはそうですけど、今日はうちもうラードで揚げてないんですよ。香りがラードじゃないですもんね、先ほどから。香りが大白と大白ごま油とあとコーン。ブレンド。はい。太白ごま油はよく私も使ったりするんですけど、コーンとブレンドブレンドしていろいろブレンドして研究して、ラードだとやはり重たくなっちゃうんですよ。そうです、なかなかうちは手に入らなかったり、あと処理が大変だったり。はい。だけど今はもうやっぱお持ち帰りとかお弁当とかやっぱり今の時代この世の中なんでお弁当とかお持ち帰りがあるんで、やはりラードだとやっぱり固まったり臭みが出たりすするぐ食べるわけじゃないですもんね。で、やはりそういうことがあるんで、やはりこの油も研究しないといけない。なるほど、シェフ、ちなみに割合っていうのは教えていただける感じでしょうか。大体まあ同量ですね。 1対1で。はい。ですから皆さん170度とか結構高温で揚げちゃう方多いんですけど、低温で揚げると油が染み込んでベトベトになっちゃうなっていうと思ってる方多いんですけども、この油を使うとブレンドしちゃうと、結構低温で揚げるとちょうどいいカリッとするんですよ。確かになんか油の質にもよりそうですよね。油のやっぱり質ですサラね。サラした感じのタイプの。今温度計測ってますけど、温度計もブラックのカモフラージュなんですよ。温度ははい。 150度。なるほど。結構予想してたよりも低いですね。そうなんです。150度。 150度だと見極めだとお家だとどんな感じを入れて。もうパン粉入れてちょっともう本当に低めですね。もう散る。本当はもっとバーッと散るんですけど、もうちょっと散るぐらいですね。まあ温度計があればね。確かに。で、もうやっぱりこっちに向けてやると入れる時ですね。あれですね。やけどしちゃうはい向こうに向かってこう。いやー、やはり150度の低温だと入れた時のこの動きも穏やかですね。穏やかです。なんか穏やか。はい、150度でじっくり揚げていくっていうのが、はい。
プチプチのなんか出方も一定ですね。一定ですね。で油の量はとんかつの時は少しやっぱり多めの方が。多めの方がやはり何回も使えますんでね。揚げ物は揚げ物のそうですね。量を久しぶりですよ。鍋で揚げるの。あ、そうですよね。おそらく本当にフライヤーでフライヤーで揚げるの。揚げるんで、本当にお家でもできるようにはい鍋揚げでしていただいてて、わかるぐらい。はい。しっかり水分を飛ばしてくれてるおかげでこう跳ね上がりみたいなのがないですね。で、ある程度大体8割方上がったらあとはもう一回出して、あとはもう余熱で火を入れていくっていう感じですね。なるほど。今こうして話してる間も触らずもう見た目で察知するっていうのは一つの感性ですよね。そうですね。何分とかで測るっていうよりかはこの目安として分数はあるとは思うんですけど、見た目で結構わかるぐらいの。そうですね。大体この、はい、今のこの質感を見ながら、あと色目の、そうですね。あとパン粉の外側の色目を見て、今判断して。揚げ物って白いとこういう白いとね美味しくなさそうに見えるんで。なんででしょうかね。やっぱりそういう見た目の大きさ、茶色。あと時間が経つとね、時間が経つともっと白くなるんで。はい。揚げ物ってね、なんか白いとね、やっぱり焦げすぎちゃうと、パン粉が焦げすぎちゃうとやっぱりまた美味しくないし、白すぎちゃうとまたなんでこんな白いのみたいな。なるほど。もうだんだんこう水分がこの余分なこの水分が。はい、なんか音も全然違いますね。そうですね。そうするともうこれで。やっぱ最後のこの油を最後切る。結構やっぱサラサラしてますね、揚げ油が。もうサラサラしてるんで。そうですね。これでやっぱりオリジナルの今のレンジではい油の感じがサラサラ感が。でもね、このぐらい色をつけた方が。今照明の中で割と色かなりしっかりしてると思うんですけど。これはね、経験上しっかりさせた方がいいです。美味しそうですね。しっかりさせた方が美味しく見えるんですよ。あとはこれは少しもう5分ぐらい置いておくと余熱で火が入るという。でその間にあとはもうお皿に盛り付ける時の付け合わせをその間に作っていこう。はい。はい。あと付け合わせはですね、はい。たいめいけんの名物コールスロー。素晴らしい。はいあとポテトサラダにはい。あとトマトと、あとはもう玉ねぎとか、まはいあいろいろと温野菜じゃなくてお野菜です。ガロニですね、はいガロニが付け合わせがあります。でその前にはい。普通のおソースをとんかつにかけても、普通はデミグラスソースを洋食屋なんでかけてますけれども、はい。ご家庭だとちょっと1週間ぐらいかかるんで、まあおすすめは基本的にウスターが結構多いんですけども、まあはい中濃にしましょうか。あ、そうですね。はい、じゃあ中濃ソースを使ってちょっとおソース作っていきたいと思います。じゃあ中濃入れます。あ、はい。こちらに一工夫。工夫しますね。なるほど。はい。そしてはい。もうハンバーグのよくご家庭で作るケチャップ入れますよね。はい。じゃあケチャップ、洋食屋なんでケチャップ入れます。じゃあケチャップください。本来同量なんですけど、こう7対3ぐらいで、なるほど。とんかつ。酸味が強くなっちゃうんですよ。あ、なるほど。でウスターだともっっと強くなっちゃうんで、はい。ケチャップちょっと入れます。今中濃ソースにケチャップを入れます。で混ぜていきます。なるほど、なるほど。結構こう見た目もまろやかっていうか。はい。ちょっとデミグラスソースに近い。そうですね。そしてですね、はい。やはりお子様だったらこれでいいんですけれども、やっぱり旦那様がいるご家庭があると思いますので、旦那様用にマスタード
なるほど。まあウインナー用はいとかでよくポメリマスタード、ですねはい。なかなかこう買っても使い切れなかった、使い切れないですね。方って多いと思うんですけど。マスタードここれちょっとう粒マスタードですね。ポメリソースにアレンジすると出番も増えていいですよね。はい、ポメリマスタードをこう入れてもらって、そうすると一気にソース感が高まりましたね。はい。まあ、この生クリーム入れてもいろいろ、まあちょっとまあそれはソテーの場合はね、はいよく入れたりしますけれども、はいで盛り付けていきたいと思います。はいお願いしますこれはうちのコールスローなんで、大好きです以前そうですねレシピをはい。まあ吉岡さんの盛り付けで、本当はもうこの辺から飛んでこうフレンチみたい、はいフレンチみたいでもいいんですけど、コールスローもさっぱりしてて、はいとんかつと合いそうですね。はい。シェフやはりお皿も黒はこだわりなんですか。あ、これも白もありますよ。だからはいお客様がはい黒出したら同じ黒黒出したりとかっていうのが、なるはい。だからうちのタンポポオムライスとか黒い皿でしか出してないです。そうはい、黒と黄色って合うじゃないですか。ありますね。なんかパキッとしたコントラストなので、なんかお料理が入るというか。入りますね。結構こう大きめのお皿にこういったものをいろいろ乗せていくと栄養のバランスもそうですねボリュームもかなりはいアップしますね。こちらのトマトもアメーラです。なるほど、ちょっとフルーツトマト系のものを、ドレッシング、はいフレン。エストラゴンが入ってます。なるほど。でちょっとあえてる感じあえてる感じですね。はい。ちょっとこうマリネっぽくしたような感じで、トマトそのままっていうよりかはもう一つのお料理っぽくそうです。トマトサラダとかで使ってる。はい。わー、やっぱり色が映えますね。やっぱりやっぱり洋食やってかけるんで。ソースも中濃ソースとトマトケチャップとはい粒マスタードのミックスされているので、結構気持ちこの辛みもねっとりしていて、はい。美味しそうですね。土佐の塩が大好きなんですよ。そうなんですね。完成ですはい、完成です。完成ですこれただ二人で持つっていうのは新しい。続いて先ほどもう一枚余りましたカツ、はい、2枚あげていただはい、きました。とんかつを使って、はいアレンジメニューをあ作っていきたいと思います。はい。でまずパンはまあコンビニとかで売っています。今日6枚切りの、はいそうですね、カツを使って、厚みが、はい、はいある6枚切りになりますね。であとはもうコンビニで売っているもうコールスロー、はい、刻み野菜とかキャベツ。刻みやつはあとはもうバターなんですけども、これバターなんですよ。い。これバターなんですか？溶かしバターなんです。結構マスタードみたいなぐらいのこうゆるねもうはいちょっとね常温で溶かしてあります。でこちらがマスタードはい、です。ディジョンマスタードですね。はい。であとはもうケチャップとはい。もうパセリなんですけど、これもう彩りで、はい。はいまず最初にバターをはい。入れます。これは結構うちで作るときは、はい硬いままっていうよりかは少しもう溶かした方がいいですね溶かした。方が混ざりやすいですよね。あとマスタードですね。なるほど、バターにマスタードを加えて、で混ぜ塗るソースも塗るソースですね。パンに塗るソース結構バターを塗ってからマスタードを塗るって別々に塗れてる方って多いと思うんです。多ですけども、いと思うんです。これだと混ぜた方が一石二鳥ですね。味は均一になりますね。はい。なぜマスタード入れるか知ってます？なぜでしょう。やっぱり臭みとか、はい臭み長持ちというか。そうですね。はい殺菌効果です。はい。それを今このような感じですね。これをパンに塗ります。これはたっぷりめに塗った方がいいですね。でもね、そんなにね、お子様もね、そんなに辛くないです。まあからしではなくてマスタードになるので、はいバターと混ぜることによって辛みっていうよりかはちょっと爽やかな爽やかな、はい。感じですよね。そうですね。まあ殺菌効果がありますんでね、これはお弁当とかはい、お出かけの際に皆さんで。別々に塗るのではなく混ぜてからはい塗るっていうのも、ポイントですね。ポイントですね。はい。ちょっとしっかり混ざりますからね。そうですね。はい。これをですね、はい。
オーブントースターではい少し3分ぐらいなるほど。焼いていきます。このパンに、はいバターとマスタードを混ぜたものを塗った状態で一度焼くと、焼きます。この一手間は一手間今までないですね。もうそのまま、はいとんかつを今まで乗せてたんですけど、はいこれは焼く理由は焼いた方がねカリッとしてやはりベトっとしちゃうじゃないですか。そうですね、はい、お弁当にした場合、湿気がこう湿気ちょっとはいあるような、はい、ですからカリッとするために、はい、焼いた方がまたより一層美味しくなると思います。あとは今度ソースを作っていきたいと思います。ケチャップと、はい、前回のとんかつははい中濃を使いましたけど、はい今回はまあ、長期的にまあ、持っていくんでお弁当とかで持っていくんでちょっと酸味の効いた、なるほど、ウスターソースをでウスターソースを使うんですけれども、ウスターソースはね少し酸味がやっぱり効いて、そうですね、酸味がちょっと効いててこうスパイスっていう感じの、スパイシーでね、はい、美味しいんですけれども、ちょっと大人の味なんですけれども、やはりここにケチャップ、やっぱ洋食屋のそうですね定番が多いですよね。ケチャップを入れるんでね、もう同量です。1対1。この場合も1対1で、もうケチャップ入れるんで、そんなにね酸味感はねなくなります。まあお家にあるものではいお手軽に作れつつも、結構味の計算もしてくれるので、そうですね手軽な作り方ですよね。はい。で先ほどのとんかつ、はい、綺麗に上がってますね。はい、サクサクでこれをな感じです。はいはい乗せます。はい、そうしましたらはい、これを惜しげもなくあ、かけます。かけるんですね。わあ、これはびっくりしました。もう浸ってる。もうひたひたにしますひたひたにするぐらい、はいこれはなんかこう名古屋の味噌カツに近いよう近いですねな感じのイメージで、はい結構このおソースをはいひたひたになるまでまぶした方がはいやっぱり美味しい、美味しいです。もうひたひたにした方がまあ味付けですよね。もうしっかりと味が乗って美味しいです。もカツサンドう裏面もはいそしてはい、もうしっかりともう結構もうこの時点ですでに美味しそうな感じがします。そして先ほどオーブンに入れたはい。パンでこの乗せます。はい。もうわあすごいですね。とんかつの衣は今日大きめで作ったのもあって、やっぱソースの染み込みがぐん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 吸ってますよね。もう染み込んでますからね。そういった意味で大きめの、パン粉で作るとこういった染み込みの時にまた威力を発揮しますね。そうですね。はい。このぐらいですね美味しそうですね。そしたらもうかぶせちゃいます。わあ、この6枚切りのパンでもう高さがもう高さがでもうダイナミックにはい、もう見ている方におすすめの切りカットで、これダメですよ。今ちょうどカツがこう横に向いてますから、こう縦に切ったらもうとんかつの、はいちゃんと横に切ってくださいね。はい。これもちゃんと置き方ありますから。はい。確かにパンの横に対してとんかつもはい、とんかつの横に切って、はい、でもう手の置き方がねこういう置きます。ここはいここで優しくこう押さえます。押さえてもう左と右を少し押さえる感じで、でこれを手がガイドになります。押さえていて、優しくこうやっぱりこう切れる包丁で繊細な感じで、とんかつとパンだと圧が違いますもんね。であんまり押さないです。ゆっくりこう指をこう押さえながら、支えながら、指の先じゃなくってはい、ここで指のここでもう綺麗にで押さえるっていうのがポイントですね。わあすごいです。すごいですね。うわこんな感じですね。やはり迫力がありますね。
じゃあこれをお皿に盛り付けたいと思います、ちょっとうちの旗を可愛らしいですね。短いですね。ちょっと短かった。短いですけど、まあ旗を立てて、結構厚みがあるサンドの時は上からまあもう竹串も少し入れて、一個刺したりなどが多いですよね。はい。そしてやはり衣の今日の大きめのパン粉の衣にソースが染み込んでてすごく美味しそうなもう断面ですね。で、すごく柔らかそうなとんかつのはい。わあ、結構ボリュームがはいできました。どうでしょう。アレンジメニューの完成です。肉がすごいジューシーですね。ジューシーですか？やはりロースのお肉を使ってるんで、やっぱりヒレと違ってやっぱり肉がジューシーだと思うんですよ。はい。あとやっぱりあんだけ低温でやればこんだけ美味しくできる可能性が家でもあるってことですよね。そうですね。肉の旨味を低温でじっくり、やっぱり今低温調理っていうのがやはり主流になりつつあるみたいな。あまり高温でポンと火をもう高温でやると肉が一気に硬くなってしまうんで、低温でじっくり火を入れていくっていうのが揚げたてって本当においしいっていうのが分かっていただければ、また皆さんもやっていただけるかなと思って、はい。いや本当に美味しいのを紹介してありがとうございました。ありがとうございました。はい。